Hello, I'm samurai actor Keita Lai. Thank you for watching. Today I collaborated with Captain Cook. He has a lot of swords. I bought a new real sword. I asked him about the swords. Please enjoy them. 詳しいと言われたちょっともう恐縮ですけど。いえいえ、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと拝見。はい、お願いします。はい。ちゃんと礼をしてから。そうですね。あ、ね、使う刀ですもんね。はい。バランスめちゃくちゃいいんじゃないですか。これちなみに現代刀ですもんね。はい。研ぎ状態これで大丈夫でしたらそのまま使えそうですね。手入れの方法をちょっとお聞きしたくて。もう完全僕も自分の動画でやっていただいたことがあるんですけど、完全受け売りなんですけど、はい、自分なりに頑張ってみます。手入れグッズ。はい。ご購入して。はい。基本的に普段やることは、はい、古い油塗って油塗り替えるそれでだけなんですよね。古い油を脱ぐのがまた大事なんですね。そうですね。なので、3ヶ月、長くて半年に1回は塗り替えた方がいいんじゃないかなって僕も教わってます。古い油を拭った方がいい理由っていうのは何かあったりするんですか？油もやっぱり酸化するので古い油がこう染み込んでいっちゃうとか、こう酸化してね錆になっちゃうとかもありえるんじゃないかなと思うので、ね、やっぱりこう定期的にメンテっていうのは大事でしょうね。このティッシュが一番いいっていうティッシュたまたまあるのでぜひ、はい、お願いします。でちょっと刀を置かせていただくんですけども、刀を置く時のポイントがこれも僕自分の動画で教わったことなんですけど、まず縦に置いてから寝かすっていうのが大事みたいです。はい、ありがとうございます。もう一回こう動かしちゃうと引け傷とかになっちゃうよっていうのを避けれるよっていうことですね。わかりました。はい。じゃあちょっとティッシュ持っていきます。お願いします。はい。パカバーン。新宮。はい。これ大丈夫ですか？この大丈夫。昔のドラえもん。これがすごいいいらしくて、なんか素材もすごく傷にもなりにくいっていうしっとり系な最高級ティッシュで、はい、教えていただきました。手入れときと、はい、こう打ち粉をこうポンポンって打ってるのをすぐ並走させるんですけど。これ使った方がいいんですか？これは僕は使わないようにって教わっていて、っていうのもこう刀身はこうわざわざこう色を染めてもらってるので、あんまりそういうのでポンポンやって拭くとその色とかが取れちゃうっていうことで、あとこう変に引け傷になっちゃう可能性もあるので使わないでいいと思います。砥石の粉、砕いた粉らしいです。はい、わかりました。ありがとうございます。これが目釘抜きですよね。はい。わかりました。これを使っていけば。はい、そうです。わかりました。お願いします。はい、よろしくお願いします。まず目釘抜いていくんですけど、こう押して無理な場合、この先っちょ取れるんですけど、こういう感じの部品が入ってまして、これを当ててすると取れますね。これぐらい簡単に抜けるもんなんですね。こんな部品1個で止まってるってすごいですよね。すごいですね。まず最初こっちでやって押してみますか。これでいかないな。いかないですね。結構ちゃんと硬いですね。場合はこれを抜くんですね。で細い方を当てて、こういう風に扱うんですね。あ、簡単に抜けますね。簡単に抜けますね。この目釘だけで売ってたりもするんですか？もちろんしますね。僕もスペアは持ってたり。そうなんですね。これがやっぱりこう傷んでたりするとやっぱり替え時だ。そうですね。刀持ってトンと叩けば抜けるといいんですけども、やってみますか。まず抜くんですか？これがね一番動画外で試したかったやつ。大体抜けないんですよ。これだけで抜けるんですか？はい。抜けた。で抜けたんでよかったですけど、あんまり硬かったらこう抜く道具もあるので、そういうのもあった方がいいかもしれないですね。ちょっと向きがそっちだと怖いんで、強く叩きすぎない。飛んでっちゃうんで、これでもう十分抜けてるので、こうすることによって分解できますと。同じ方向に向けて叩く。真下なんでこの
はい、そんな感じで抜けると思います。あ、ちょっと抜きました。抜きました。はい。あ、じゃあもう抜けてますね。こっち斜めにやったらこう真下にまた戻らないからっていう意味では、なるほど、これぐらいの角度が必要ですかね。なるほど。大丈夫ですか、離して。はい、はい、このままこう指やってるとちょっと危ないかもしれないので、つばの下にこんな感じのも大丈夫なんですけど、で上向けて、上向けて、はい、でつばを上げていく感じにしますか。こんな感じ。はい、はい、あそしたらもうつかが外せると思うので、しっかり中を握っていただいて、握っちゃっていいですね。はい、はい、できました。よかったです。はい、そうですね。はい、でこれを外すことによってこの隠れた部分の油も拭って全体のメンテができるので、こうたまには外してちゃんとそこも古い油を脱ぎ取ってから、はい、新しい油を、はい、はい、でわざわざ全部こう取っちゃうことはないと思うので、はい、ちょっと下の方にずらしてでこっから油拭ってなるほど塗り替えますか。わかりました。はい、ちょっと2枚ぐらい重ねちゃいますけど、はい、ありがとうございます。はい、細かいこと言うとこの幅き下とフックティッシュ変えてもいいかもしれないですね。わかりました。サビが映るとか。はい。この刀火があるのでこう火の中もしっかり拭いてでちゃんと向きも下から上に。そうですね。はい。これぐらいやったら十分取れてると思います。本当はこう干渉する時とかも油を取ることによって刃文とかもちゃんと見えるようになりますね。はい、基本的にはでも本当にやってることシンプルで、はい、油を新しくしましょうっていうだけだと思うので、はい、あとはこう、はい、また油をティッシュに、はい、染み込ませて全体に塗っていって、ちゃんと油がついてるかっていうのを確認してっていう感じですね。こういうの3ヶ月もしくは半年に1回やるってことなんですね。はい。バットとか使った後は必ずやるとか。もう絶対ですね。それは1回ずつ切った後ぐらいにもやったりしますか。1回ずつ切った後には1回水がついたタオルで拭いて、で乾いたタオルに一緒にとかで拭いてっていう形ですね。1回ずつ切るときはそれぐらいでいいですか。はい。終わり後にやるってことはい、はい、しっかりメンテしないとすぐ錆びちゃうんですね。水がついたタオルで結構畳み表ってついちゃうじゃないですか、刀身に。なんで一回それで落として、そのあとすぐに乾いたタオルで拭かないとそれも錆びちゃいますね。水分残しておくと。なんでしっかり毎回拭くっていうのは大事です。中子の方もやったりするんですか。中子は基本的に油は塗らないですね。はい。でこのサビっていうのも時代判別するのとかにもすごい貴重な情報というか、はい、基本的に中子はいじらないっていう形で、手でこう油つけるとかはいいんじゃないですかね。そこまでがっつりはやらないようなんですね。幅き下は今みたいにこう幅きをこう下げて塗り替えてます。幅きから下は全くやらないですね。もしこれが注文したての新品の現代刀とかなんだったらうっすらぐらいだったらやってもいいのかもしれないですね。日本ではサビは絶対に落とさない。なんか海外でも落とすのをやめてほしいっていう。あ、そうなんですか。錆びてるからダメっていうわけではないんですね。もう錆はもうむしろ貴重ないいことで、いい情報で。はい。あ、それは知らなかったです。はい。中の方はあくまでも綺麗なはずですしね。はい。外が錆びていて。はい。なんで中子は油塗らずで。わかりました。はい。こんな感じですか。はい。でつけていき。はい。でそうですね。はい。で若干大きさが違う説があるんです。あ、違いますね。はい。大きい方が上、小さい方が下。はい。それも間違いないようにしてください。でちょっとつば難しいですけど、このつばの場合はこっちの向きが正しい。はい。向きの通り戻して、はい。これも本当全部僕動画で教わったまんまのことを本当お伝えしてるんですけど、はい、これ戻すじゃないですか、はい、柄に。でこっからパチンってやるとハマチ割れますと。でこっからパチンといっちゃうとこう刀のハマチっていうこの部分割れたり、この幅木が変形したり割れたりっていうことがあるので、
もうゆっくりこう静かに極限まで近づけてから最後に気持ちカチッとやるだけで OK。 押し込めばいいっていうわけではない。はい、このちょっと離れた距離からバチンって打ち込むってことは絶対にするなっていうふうに僕は教わりましたね。ゆっくりはい、はい、割らないように気をつけてください。はい、ありがとうございます。でこう見ればもう穴が見えてるので、はいちょうどはまってるなっていうのも分かると思います。でちょっと優しく近づけていって、こういう感じで、はい、トン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 。もうでもだいぶもう近いですよね。穴も見えてますもんね。あ、そうですね。まだもうちょいでいいです。はこの穴が向こうちゃんと見えるぐらいまで。い、もう紙一枚ぐらいまで近づいてたら最後はちょっとカチッと強めに。はい、そしたら最後に、目首を戻して、はい、片手で戻す、もしくは置いても大丈夫です。はい。で、首を、こう押し込みすぎて使い糸が上がらないように。なるほど。形ですね。はい。これ一本で刺さってると思うとすごいですよね。他の刀は刃見るなとか言うんですけどね。僕がだからこう見たりしたらあんま良くないのかもしれないですし。なるべくこう刀を見てるときはあまり喋らないというのは、そうですね。はい。僕は動画でやるんですけど、はい。そこもしっかりと。はい。なのはもうマスクしちゃってもいいのかなってなるほどいうぐらいですね。ありがとう。であとはもうその自分で鑑賞する時だったらこうティッシュとかでこう支えてこうやって見るっていうのはいいんじゃないですかねなるほ。安定しますしね。はい。いい布を使っていただければこう支えながら鑑賞しやすいなっていうふうにはなるかもしれないです。ちょっと部屋暗くしてみて、ああ、また違いますか。はい、で強い光当てて刃文見るとかもまた雰囲気出ていいです。なるほど。はいろいろ勉強になりました。いやいや、ありがとうございます。もう本当お力になれということを願って翼さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。大事にします。大事にしてください。Like me.